夜通し高速道路を走り抜けたチワボー一行は、各サービスエリアで休憩しつつ、ついに青森県の津軽海峡フェリー大間ターミナルに到着したのである。2匹のワンコたちとフェリーターミナルで一晩車中泊をしました。アリスはぐっすり寝ていて朝から元気。クマも気分転換のお散歩をしています。今日はいよいよ函館上陸です。大間から函館の航路は90分です。初めて船に乗る2匹には乗船時間の短い方が良いかと思い、青森から函館の航路ではなくこちらを選びました。事前に2匹分のケージの予約は済ませてあります。料金は1匹840円です。乗船料金はスーパー海割という期間の決まっている割引があるのですが、普通車プラス運転手1名で13,000円、同乗者1名1,500円で合計片道14,500円でした。乗船待ちです。これからフェリーに乗ります。これからフェリーに乗るよ。あの船に乗るよ。ほら見て、クマ船に乗るの初めてね。アリスはもちろん初めてね。はい、あの船に乗ります。みんなで。ドッグルームに2匹を預けてから甲板へ景色を見に行きました。久しぶりの乗船です。空も海も晴れていてとても綺麗。穏やかで船も揺れなかったので、少しの時間ですが良い船旅になりました。4月中旬から6月まではイルカが見られる確率が高いので探してみてくださいね。12月から4月の冬には北オットセイが見られるようになります。イルカもオットセイも出会ってみたいですね。途中様子を見にドッグルームへ行ってみました。アリスは怖がって隠れ気味だけど、クマは平気そうですね。青森から函館航路には1室12,570円で個室のプライベートドッグルームが利用できるので、他のワンコを気にすることがなくゆっくりと過ごすことができます。今回の大間航路には設定がありませんでした。アリス抱っこしよう。函館山の横を通り抜けたので下船準備をします。2匹をクレートに入れて車へ戻ります。さあ、いよいよ函館上陸です。騒ぎになってます。騒ぎになってます。防衛システムはクマが前衛でアリスが後衛です。クマが前方に威嚇を始めると、アリスが後部座席に移動して後ろの窓から威嚇します。フォーメーション A です。ワンコを連れての帰省は初めてです。2匹はトリマーさんと動物病院の先生にしか触れられたことがないので、知らない人のうちで過ごす数日間はどんなことになるでしょうか。
足の裏のカットとかしてきた。毛のカットも全部してきた。サロンに行ってシャンプーもしてきて、爪も切って。この子もドッグランだよ。なんと到着するとお庭の一部が小さなドッグランになっていました。滞在は数日ですが、父がワンコたちの遊び場を作ってくれていたようです。アリスは喜んですぐ外へ出たのに、クマがなかなか出ないので手動でお庭に出してみます。ほら戻ってくる。同じチワワでも性格が全く違うものですね。お庭ドッグランから室内に戻った2匹は警戒してぴったり張り付いてきますが、慣れていない2匹を置いて親戚や友人にお土産を渡しに行ってきます。知らない人のお家で2匹のドキドキタイムのスタートです。お土産配りをした後は、これまた持ち帰り分のお土産を買いにベイエリアへ向かいます。あ、これレトロ。観光列車。ベイエリアは倉庫群が立ち並ぶ函館の定番観光スポットです。目の前に見える函館山からの夜景も人気のスポットになりますが、函館山は小学校の遠足の定番にもなっています。綺麗だね。あ、すごいいっぱい。お、なんか魚いっぱい多い。何、イワシ？イワシだな。何、ボラじゃない？ボラ？イワシ？ニョロニョロしてるからイワシじゃないの？こちらの観光施設で北海道土産を購入しました。この辺は好きだよね。もう好きなものが決まっているので、いつも買うお土産はパターン化しています。久しぶりの帰省なので買いたいものがたくさんです。今日はずいぶん天気がいいみたいだね。晴れててすごい見通しいいね。帰宅してからお茶を飲みながら2匹の様子を聞いてみたら、2匹ともストーブの後ろに隠れて出てこなかったそうです。クマおいで。クマおいで。今夜はみんな疲れているので早く寝ますよ。次回は函館の観光名所を巡ります。見逃しのないようにチャンネル登録をお勧めします。それではパート3をお楽しみに。じゃじゃーん。シワボーエンターテイメント、クマ&アリス。